ホテルへチェックインする3人の親子。中国各地を旅していた彼らの正体は、2019年7月7日、中国浙江省寧波市夜8時、小蘭山ビーチリゾートの遊歩道に小さな女の子を連れた男女の姿がありました。男性の名はリャン・デンフア、その隣を歩く女性はシエ・イェンファン、そしてデンフアの背中では9歳の少女ズーシンが安心しきった様子で眠っていました。はためには仲のいい親子に見える3人。しかし実のところ、少女ズーシンはデンフアたちが旅先で訪れた果物屋の孫娘で、全くの赤の他人でした。ではなぜズーシンは2人の旅に同行しているのか。それはデンフアとイェンファンがズーシンを道連れに死のうとしていたから。全く無関係な少女と共に死ぬことを選んだカップル。なぜ彼らは赤の他人である少女を巻き込んでしまったのか。彼らは追い求めていたんです。家族という名の歪んだ幻想を。おとすけちゃんです。というわけでヤミゴさんね、トルコ行ったんですよ。エジプトのトルコ行ったんですよ。トルコはですね、もうね、ご飯がべらぼうに美味しいわ。あら、そうだった？なんか前に私がサバサンドって言ってたけど、どうだった？そう、行ったのよ。マジで結構リサーチして、本当にびっくりするぐらいうまかった。本当に。いや、なんか舐めてたのよ。味わってみたい。そうそう。サバサンドもマジで感動して、で、その後その帰り道のタクシーでね、なんかこう橋乗ってたら、なんかみんな橋でなんか釣ってんのよ。さすがにサバじゃねえだろうなと思って。調べたらサバだったの。マジで。何その人たちは漁かなんかしてるの？プライベートでサバ釣ってんの？飯食う用にサバ釣ってんの。あ、そういうこと。だからめちゃくちゃ取れんだってサバが。はあ、そうなんだ。そう回遊してくんのね、多分ね。そう。マジ橋中にみんな釣ってて。そう。かサバサンドの業者かも。その人たちが釣ったサバ食ってたんじゃないかもしれないね。どれでもいい。でもうまかった。なのでちょっとトルコのおすすめはね、サバサンド、あとブルーモスクです。ああ、ブルーモスクね。そう。ブルーモスクっていうね、世界遺産とかね、あってね。あと、なんかもう一個あんのよ。ブルーモスクの向かい、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、その2つね。ああ、アヤソフィアね。アヤソフィアなんで知ってんの？何でも知ってんな、お前。よく知ってんな。アヤソフィアね。そうそう、アヤソフィアもね、よかったんで、皆さんね、時間あったらぜひ行ってみてください。今回は中国で起きた9歳の少女の殺害事件をご紹介します。これね、犯人はとあるカップルだったんですが、彼らは悪意なく少女を救いたいっていう思いで犯行に臨んだんです。救いたいって、それは何？少女が実願望とかあったって話なの？これね、実は違うんですよ。犯人カップルは勝手な思い込みで少女を巻き込んでいくんです。ある日突然、少女を連れ去った犯人たち。実はね、家族は納得した上で2人に少女を預けていたんです。返してくれない。2019年7月5日、中国浙江省西慶村、一人の中年男性がスマホ画面に目を落とし、眉間にシワを寄せていました。男性の名はジャンジュン。言うこともよく聞いてますし、とてもいい子にしてますよ。メッセージとともに画面に表示されたのは、砂浜で遊んでいる一人の少女と中年女性を写した写真。その少女はジュンの9歳の娘ズーシン。一緒に遊んでいるのはシエ・イェンファンという実家の空き部屋を間借りしていた女でした。メッセージを送ってきたのはイェンファンの恋人のリャン・デンフア。カップルはズーシンを連れ、福建省のバラン湾というリゾートへ遊びに行っていたのです。そしてどういうことだ？今日の午後には帰ってくる約束だろ。ジュンはカップルの行動に不安を感じずにはいられませんでした。5日の午後にはズーシンを返すという約束のもと、彼女を連れ出したデンフアとイェンファン。ところが約束の時間が過ぎた後も2人は一向にズーシンを家に返さなかったのです。切符が買えないので帰るのが6日になる。やはり切符が買えないので7日に車で帰る。デンフアはそう言って日付が変わるたびに言い訳を繰り返しました。しびれを切らした父ジュンは今夜中に娘を返さなければ警察に通報すると警告。するとデンフアは夜9時にはズーシンを送り届けると返信したものの、以降音信不通に。ズーシンの祖父母もいつまで経っても帰ってこない孫娘を心配し、眠れぬ夜を過ごしていました。先ほども説明したように、デンフアとイェンファンはズーシンの実家の空き部屋を間借りしていただけの素性のよくわからないカップル。家族はなぜ2人にわずか9歳の少女を預けることにしたのでしょうか。時は遡り、デンフアとイェンファンがズーシンが暮らす西慶村にやってきたのは約1ヶ月前の6月のこと。観光目的で訪れていた2人が泊まっているホテルはズーシンの祖父母が営む果物屋のすぐ隣。彼らは毎日のように店を訪れては祖父母と世間話をしていたのです。自動車関連の会社を運営していまして、おかげさまで順調ですよ。多くの従業員を抱える経営者のデンフアは気前がよく、訪れるたびに果物を買っていきます。そうやってやり取りを交わすうち、祖父母
母はすっかりカップルに気を許しました。夏休み中だったズーシンも自然と2人と顔を合わせるようになっていったのです。そして数日が経った頃、デンフアとイェンファンはズーシンの祖父母にある頼み事をします。お近づきになれたので一つお願いがあるんです。よければお宅の空き部屋を間借りさせてくれませんか。ホテル代がどうも高くて。この頃になると祖父母は2人のことを完全に信頼していました。そのため部屋の貸し出しも快諾し、月500元、日本円でおよそ8000円の家賃でしばらくの間デンフアとイェンファンがそこに住むことになったのです。いや、ホテル代が高いってデンフアは社長やってたんでしょ。お金持ってるでしょ。これで違和感ありますよね。ただ2人の目的っていうのは単なる節約ではなかったんです。果物店の2階で暮らし始めて以来、デンファンとイェンファンの関心はもっぱらその家の孫娘であるズーシンに向けられました。2人は観光に来ているにもかかわらずほとんど外出せず、おもちゃをプレゼントしたり、学校への送り迎えを率先して行ったり、毎日ズーシンに構いっきり。デンフアは SNS にズーシンの動画を投稿し、義理の娘ができたとコメントを添えるなど、まるで本当の娘かのように彼女を気に入っていたのです。そして2人がズーシンを可愛がったことには、彼女がいわゆる留守児童だったことが関係していると考えられます。留守児童は中国農村部特有の言葉で、出稼ぎなどの事情で両親と離れて暮らす子供のこと。両親が出稼ぎに出ているズーシンは祖父母と暮らしており、母親に至っては4年前に家を出て以来ほとんど連絡もない状態でした。その状況からわかるように、両親の仲はすでに冷めきっており、離婚の手続きをしている最中。デンフアとイェンファンは両親のぬくもりに触れられずにいるズーシンを不憫に思い、彼女をしきりに気にかけていたのです。ズーシンとしても自分を可愛がってくれる2人の存在は嬉しかったようで、毎日の交流の中で少しずつデンフアとイェンファンに心を開いていきました。そして果物店の2階で暮らすようになってから数日後の7月2日の夜、デンフアとイェンファンの2人はズーシンの祖父母に次のように切り出すのです。上海で友人の結婚式がありまして、ズーシンにフラワーガールをやってもらいたいんです。連れて行ってもいいですか。たまたま出稼ぎから帰っていた父ジュンはこの話を聞き猛反対。ジュンはこの時デンフアたちと初対面だったため、それも当然のことでした。しかしデンフアとイェンファンは引き下がろうとしません。式は午前中なので7月5日の午後には必ず戻ります。お願いです。孫を毎日可愛がってくれる2人からの上海の結婚式でフラワーガールをという華やかな申し出。デンフアとイェンファンを信頼していた祖父母は SNS で常に連絡を取り合うことを条件に、その頼みを承諾してしまうのです。迎えた7月4日、デンフアとイェンファンはズーシンを連れて村を出発。上海に向かうと話していた彼らはこの後、正反対の福建省へ向かいました。ここから3人が上海に向かう様子はなく、彼らは2日間にわたって中国国内を南へ北へとあてもなく放浪したのです。2人はズーシンを殺すつもりなのよね。でもなんか見てる感じ殺す理由なんもなくない？最初に少し話はしたんですけれども、2人はね、ズーシンを救いたいっていう考えから犯行を企てたんです。そう考えた理由は彼らの過去をたどっていくと少し見えてくるんです。終わりを探す2人。デンフアとイェンファンはいずれも広東省華州市の出身。彼らはただの夫婦やカップルではなく、それぞれが家族との問題を抱えた訳ありの男女でした。デンフアは地元で結婚し一男一女を設けていましたが、2004年に事業に失敗して多額の負債を抱え、家族を捨てて逃亡。まだ2ヶ月の息子がいるにもかかわらず、そこから一度も家に戻ることはありませんでした。一方のイェンファンは20代の頃、兄から借りた数十万元、日本円で220万円ほどを彼氏に持ち逃げされたことから人生が一変。追い詰められた彼女は不動産購入を手伝うという名目で、さらに兄から数百万を騙し取り、家族との連絡を絶ってしまうのです。金銭トラブルに家族との絶縁。似た者同士の2人は2005年に麻雀店で知り合い意気投合。そこから14年間、デンフアとイェンファンは親族や知人から金銭を騙し取って生活していました。2人は定職に就くこともなく、周囲から言葉巧みにお金を巻き上げながら生活費や旅行代を捻出していたのです。果物店へやってきてはズーシンの祖父母に自動車関連の会社を運営していると話していたデンフアとイェンファン。それは祖父母の信頼を得るための真っ赤な嘘でした。何よこいつら、もうとんでもない詐欺師じゃないのよ。確かにね、不幸はあったかもしれないんだけど、14年も詐欺してる間にさ、まっとうに生きる道に入る機会なんていくらでもあったはずよ。だから本当に同情の余地はないですよね。しかしね、詐欺をしながらの生活にも限界があったんで、2人にも変化が訪れたんです。ズーシンを連れ去ったのもその行動に伴ってのことだったんです。
ズーシンの村へ訪れる少し前の2019年4月以降、デンフアとイェンファンは中国各地実に48もの都市を巡る旅に出ました。デンフアは自身の SNS に各地を観光する様子を毎日のように投稿。さらに彼は現実とは真逆の嘘を書き連ね、裕福な成功者を装ったのです。30棟以上の不動産を所有しており、毎月数十万元の家賃収入がある。愛車はランボルギーニ。実際にはもう当てにする親族や知人もおらず、詐欺で得た資金も底をつき始めていました。最終的な所持金はたった500円程度。生活が破綻寸前のその状態で、なぜデンフアとイェンファンは旅に出ようなどと思ったのか。その理由は道中での彼らの行動から推し量れます。旅行中、2人は持ち歩いていたバッグや衣類を捨てたり、他人に譲ったりと持ち物を次々に手放していきました。まるで身辺整理をするかのように。そう、経済的に追い詰められ行き場をなくしたデンフアとイェンファンは死に場所を求めてさまよっていたのです。そして中国各地を巡った末に出会ったのが、両親と離れて暮らしている留守児童のズーシンでした。まさかズーシンは道連れってことこれ。赤の他人なんでしょ。なんでそんなことになんの？デンフアたちはね、両親と離れて暮らしているズーシンを不憫に思っていて、実の子のように可愛がっていたんです。二人は彼女と自分たちの境遇を重ねて、可哀想だから連れてこうってね、勝手に巻き込んじゃったんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、利他的子殺しについて。利他的子殺しとは、1969年にアメリカの精神科医フィリップ・J・レズニックが提唱した理論で、親による子殺しの動機を5つに分類したうちの1つ、殺すことが子供にとって最善の利益や救済になると思い込んで殺人を実行するパターンで、多くは心中と結びついています。利他的子殺しの核にあるのは、子供を一人の人間ではなく自分の延長とみなしてしまう心理。この子は自分の一部だという感覚が強まり、自分が感じている絶望や苦しみをこの子も同じように感じているはずだと思い込んでしまうといいます。この状態に陥った親は自らの死に際し、子供をこの世に残すことは見捨てることと同じだと感じ、強行に及んでしまうのです。所持金もほぼ底をつき、親族などの社会的なつながりも全てなくしてしまったデンフアとイェンファン。留守児童でかつ両親の仲も険悪だったズーシンは、彼らの目には自分たちと同じ孤独な存在に移りました。彼らはズーシンに感情移入し、自分たちが救うべきだと勝手に思い込んだと考えられます。自分たちが死んだ後にこの子を一人残すのは忍びない。一緒に連れて行って死後の世界で家族になろう。こうしてズーシンに歪んだ愛情と独占欲を抱いたデンフアとイェンファンは、彼女を道連れにしようとしたのです。いやちょっともうめちゃくちゃ勝手な思い込みじゃないのよ。誰がこんなおばさんおじさんと一緒に死にたいなんて思うのよ。自分たちの世界に浸りすぎっすよね。こうして二人の死の計画に巻き込まれていってしまったズーシン。この後、幼い少女を待ち受けていた運命とは。家族という幻想。2019年7月5日の午後にズーシンを返すと約束し、生軽装も出たデンフアとイェンファン。その約束の日から2日が過ぎた頃、父ジュンはデンフアに電話をかけました。すると電話に出たのは娘のズーシン本人。今氷山にいる。今日は帰れないの。直後に電話は取り上げられてしまい、それ以上の会話は叶いませんでした。その日、浙江省蕭山県では確かにズーシンを背負ったデンフアがビーチリゾートを歩いている姿が目撃されていました。しかし夜10時20分頃、リゾート出口の監視カメラに映ったのはデンフアとイェンファンの2人だけ。ズーシンは一体どこへ。そしてこの後、デンフアとイェンファンが向かった先は、浙江省寧波市に広がる東泉湖のほとりに1台のタクシーが止まった。車内から姿を現したのはデンフアとイェンファン。4日間の旅行を共にしたズーシンの姿はない。湖の展望デッキに腰を下ろし、持ってきた酒を酌み交わす2人。お前と出会って14年、いろいろあったな。そうね、でもそれも今日で終わり。しばし過去の思い出話に浸る2人。やがて沈黙が訪れると、彼らは立ち上がった。おもむろに自身の服の一部をイェンファンの服に結びつけたデンフア。これでずっと一緒だ。さあズーシンのところへ行こう。誰もいない深夜の湖畔に水しぶきの音だけが虚しく響いた。
翌日の早朝、デンファーとイェンファンは当選湖で水死体となって発見されました。さらに5日後の7月13日には2人が訪れていた蕭山県の海域でズーシンの遺体が見つかります。発見された遺体は水に長時間さらされたためひどく腫れ上がっており、顔の判別も困難な状態。 DNA 鑑定と父ジュンの確認によってようやくズーシン本人であると特定されました。法医学鑑定の結果、ズーシンは生きたまま水に沈められたことが発覚。デンフアとイェンファンの行動を追った警察は防犯カメラ映像からズーシンが消えた2時間ほどの間に彼女が殺害されたと判断したのです。デンフアは死の直前、ある歌の一節を SNS に投稿しました。この人生で手を離さなければ来世でまた会えるだろうか。社会からはみ出した2人はもう来世に望みを託すしか幸せになる道はないと考えていたのかもしれません。しかし彼らと知り合ったばかりのズーシンにとっては関係のない話。デンフアとイェンファンは留守児童の彼女をかわいそうだと思ったのかもしれませんが、9歳で人生を絶たれてしまうことの方がよっぽどかわいそうではないでしょうか。地獄への道は善意で舗装されているという言葉があるように、善意の仮面をかぶりズーシンに近づいたデンフアとイェンファン。彼らがそうだったように親切に見える行動には時としてほの暗い闇が潜んでいることがあります。親切だと思っていた人にとんでもない裏の顔があった。あなたにはそんな経験がありませんか？